父ちゃんの1993年製造のメルセデス・ベンツ190のトランクルームの縁が錆だらけになっていました。表面の錆だけにとどまらず、ところどころ完全に鉄板が腐ってしまい、なくなって虫食い状態になっていました。この撮影は、錆をできるだけ取り除いてから行っています。右側と手前側の錆はひどい状態でしたが、左側と上側は錆はほとんどなくて、綺麗な状態を保っていました。ここが一番大きく欠けてしまっていて、水がトランクの内側に侵入しそうな感じでした。この辺りも錆腐食が激しい状態でした。こんなに広範囲に腐食しているのに自分で直せるでしょうか。とりあえずできるだけ錆を削り取った後に黒錆転換剤を塗りました。黒錆転換剤を乾かした後にローバル亜鉛防錆塗料を塗りました。欠けてしまっている部分にグラスファイバーメッシュを貼り付けて、それを足場にしてエポキシ樹脂で補修してみることにしました。エポキシ樹脂は柔らかくて垂れやすいので、少しずつメッシュに絡む程度塗り付けていきました。この部分はゴムパッキンがはめ込まれる場所のために、ボディ用のパテでは強度が足りないような気がします。板金屋さんにここの修理を依頼すると、鉄板を溶接する作業になり、最低でも10万円くらいは費用がかかると思われます。エポキシ樹脂はグラスファイバーメッシュと合わせて使うと結構硬くなります。弾力性、耐久性もあるので、板金作業はできない私は、板金の代わりにこういう時によく使っています。
足りなかった部分には先にやった部分が少し硬化し始めた頃にメッシュを追加していくと型崩れしにくいです。一晩でカチカチに硬化して研磨できるようになります。なんとか錆びで穴が開いてなくなってしまっていた部分を塞ぐことができました。生産過程の鉄板の継ぎ目に錆が多く出ていましたので、防水処理のためのホワイトシーラーを塗りました。塗装する前に念入りにアルコールで汚れや油分を拭き取っていきました。塗装にはプラモデル作成用のタミヤワークスプレーを使用しました。塗料は純正塗料を使用しました。ポタポタ垂れる硬さに塗料濃度を溶剤で調整します。本当はこの辺りはゴムパッキンと樹脂カバーを取り付けたら見えなくなる部分なので塗らなくてもいいのですが、暇なので塗っておきます。プラモデル塗装用や絵画用エアーガンは1ミリくらいの幅で噴射が調整できるので、こういう細かいところの塗装には最適だと思います。この部分は樹脂カバーをつけても見える部分になります。中古車を買うときや所有している車のトランク周りの錆を発見しやすいポイントです。この四角の穴は樹脂カバーのピンが入る部分になります。
塗装後の仕上がりを見ています。ボロボロに穴だらけだった部分が、なんとか見られるようになったと思います。トランクのゴムパッキンには30年余りの汚れ、サビの残骸が固着しています。汚れをパッキンを傷つけないように丁寧に取り除く必要がありました。また、パッキンにボディの縁が差し込む噛み合わせの部分には、劣化したグレーの液体ガスケットが大量に詰まっています。また、パッキンにボディの縁が差し込む噛み合わせの部分には、劣化したグレーの液体ガスケットが大量に詰まっています。この古い液体ガスケットを取り除くために2時間以上かかりました。残ってしまうと水が染み込み錆の原因になりかねません。トランクパッキンは新品に交換した方がいいと思いました。トランクパッキンを取り付けていきます。トランクパッキンの取り付けに液体ガスケットは今回は使わないことにしました。時々パッキンを外して錆の再発がないか点検したいので、その度に液体ガスケット掃除をするのは嫌だからです。ぐっとパッキンを押し込むと、パッキンの噛み合わせ部分にボディの刃の部分がはまり込みます。パッキン取り付けがうまくできました。ボディ側の修正加工の必要はないので、マスキングを外していきます。交換歴のない30年前のトランクパッキンですが、弾力性は十分にあり、まだまだ使えそうです。トランク後ろ側には荷物の出し入れの際にパッキンを傷つけないように樹脂カバーがあります。樹脂カバー取り付けの際にはまずトランク後ろ内側に爪を差し込みます。ボディ側のこの穴に樹脂カバーの爪を差し込みます。樹脂カバー上側の爪はボディ側の四角の穴にはめ込みます。
下側の爪をすべて差し込んでから、上側の爪をはめ込みます。この部分に錆があると要注意です。190を点検する際には、ここのチェックもぜひおすすめします。ご視聴ありがとうございました。